どんな塩梅でしょうか。色は悪くないですか？ちょっと明るすぎますかね。あ、だいぶマシな気がするな。白飛びしてますね、確かにね。鮮やかさ。ちょっと、ちょっとだけ暗くしますね。こんなもんかな。いかがですか？大丈夫ですか？音声入ってますかね？なんか一応下書きしたけど、コントラストが強すぎるのか。広瀬試験さん、こんばんは。こんばんは。広瀬試験さんが教えてくださりまして、ちょっとそのやり方でやってみたんですが、あ、ベルさんかな、こんばんは。OK ですかね。あ、前田さんもよろしくお願いします。じゃあ早速、13分、14分。今日ですね、ポスターから使おうと思ってます。中橋さんも吉川さんもこんばんは。よろしくお願いします。で今日はちょっとですね、ドライブラシっていう方法をちょっと使っていこうかなと思って、おります。ドライブラシっていうのは、僕もよく調べてみたけど、よくわからなかったんですが、乾いてかすらせて描くみたいな方法なんですけどもね。で、今日はこの、渓流と言いましょうか、こちらを描こうかなと思ってます。思っております。で、これはプリトビッツェ国立公園というところの渓流ですけども、大丈夫かな？色は大丈夫かな？やっぱ難しいですね。デリケートな部分がコントラストを弱めるべきなのか。難しいとこですね。田中さんも池さんもこんばんは。じゃあ早速、14分43秒、4秒、5秒ということで、2秒ほどラグはありますね。始めていこうかなと思います。このあたりかな。うわ、黒が固まってるかもしれない。久しぶりにやるんで、多分半年ぶりぐらいにポスターから使うんですけど、基本的には、組成というのは、透明水彩と同じようなもんなんで、そんなに難しく考えなくていいかなと思いますので、ゲリラライブ。あ、最悪や、白が固まってる。最悪や。ちょっと待ってくださいね。必ずどっかに。アクリルの白。この中にあることを祈りましょう、白が。アクリルありますね。チタニウム。ポスターカラーの白。あ、アクリルか。あれ、ポスターカラーの白がないな。この中にあるかな。こっちなんとなくアクリルをダラダラっと適当に入れてあるんですけど、おり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 。ちょっとすみません。出るかどうか試してみましょうか。出ませんね。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。白はちょっと透明水彩の白にしますね。すみません。ちょっと、だらだらしました。いや、早速行きましょう。ごめんなさい。すみません。許してください。ポスターカラーです。茶色です。
緑です。ゲリラライブです。川上さんもこんばんは。恵子さんもこんばんは。有馬美さんもこんばんは。突然でびっくりです。すみません。子供がね、早寝たんで、チャンスやと思ってですね、珍しくですね、チャンス到来なんで、やりたいなと。色をですね、見たかったのが一番なんですけどね。ちょっとこう、広瀬試験さんっていう方が教えてくれた方法を、パソコンでやって、色を調整する方法。で、あんまり水つけませんね。やっぱりね、ドライブラシですので。いつもゲリラですね。予定がもう組めないですもんね。もうなかなかね、いついつやりますって言えないですもんね。今はちょっとチビがチビなんでですね。水は本当に極力少なめに、必要最小限、にしながら、かすらせながら、書きながら、まあ多少もちろんつけていいと思いますけども、アンドリュー・ワイエスという人が結構使っている方法なんで、ちょっと調べてみたことあるんですが、まあ、はっきりとやられてる先生とかいるんですけども、よくわからんなっていうのが僕の本音やったんで、まあ僕にはですね、そこまでこう理解できる脳みそがなかったというだけの話なんですが。よいしょ。すみませんね、突然いつもね、もう、まあ、パソコンやとちょっと安定しますのでですね、スマホよりも緊張感が僕自身は少ないので、次はカメラかな。先生、今同じく画種が固まっている状態ですと。有馬美さん同じですか？ね、びっくりしましたね。固まってましたね。まあ一応基本白塗り残しとこうかなと思いながらも、後で書くかもしれませんけど、今一応ですね。まあ多少水ももちろん使いながら、鮮やか、鮮やかは鮮やかですね。明るさも前回よりは明るくなっているかなという気がしますね。よかったよかった。楽しみにね、すみませんね。本当にこんな人なんでね、突然、始めるというか、広瀬試験さんという方がですね、今の段階でこう明るく暗くとかできるんです。今161ですけども、ちょっと暗くします。暗いとかね。161、明るくとか。もうちょっと明るくとか暗くとかいうあれがあれば、ですね、ピントも合わせたりもできますので、言ってくださいね。ホワイトバランス。これは、これは動かせないですね。鮮明度、鮮やかさとか。そういうのを、多少動かせますので言ってください。遠慮なくですね。画面、色すごく自然です。ありがとうございます。だいぶね、やっぱりスマホの時もそうでしたけどね。初めもぐちゃぐちゃでしたもんね。一応自分では実験するんですけどね。実験もちろんやってるんですけど、それだけじゃちょっと不安なんで、水は少なめにやっていってます。何度か、メールとかでもお問い合わせがあったんですけど、お顔を描くという、あれはまだですよ。募集はまだですよ。ちょっと違うとこ書いた今。ちゃった。今日はこういう、プリトビッツェ国立公園という、クロアチアの渓流を描いていってます。まあ、1時間程度かなと思いますので、まあ、お付き合いいただいたり、もう眠かったら寝ていただいたり、結構でございます。ビビビビビビビ。
ポスターカラーの白も確かあったんやけどね。見当たらなかったな。書道家のよね。稲葉さんもこんばんは。馬場崎さんも皆さんこんばんは。大丈夫ですかね。こんばんは、こんばんはと。りょうか、アンデさんかな。りょうかアンデさんとか。たかぽっちゃんさん、こんばんはと。まあ、パソコンが本当に苦手な男なんですが、人に聞くとわかるんですが、私の周りには残念なことに、YouTuber という人がいませんので、学生のが詳しそうなんですけど、学生も、わかんないです、わかんないですって言われますんでね、学生を鍛え上げていくしかないなと最近思ってますけど、一人ちょっと候補者がいるんですけどね、来年から大学院に上がる学生がいて、その子にたまに見てるそうなんで、コメントとか絶対せんやろうけど、コメントしてみてくださいね。よいしょ。アメリカからおはようございます。なんか今日朝方になんかアメリカの方がライブペイント見たいですって言ってたんですけど、ちょっとあれですもんね。アメリカとは時間がなかなか合わないですね。今日ちょっとドライブラッシュという方法で書いていこうと思ってます。あんまり水をつける。まあ、ここちょっと水今つけてますけど、水をつけずにやってます。嬉しいですね。いろんな国の人がね。ちょっとすみません。思いっきり、平日のごめんなさいね。本当にもう超珍しく早く寝たんで、最近ちょっと我が家では、お化けというか、折り紙でですね、怖いお面を作って、それを窓の外に貼っておいて、やつにですね、年かったらお化け来るでっていうことで、言うて、そうするとやつは、どこどこみたいな感じでですね、窓の方に行って、窓開けると、そこに、怖いお面があるというような状況をいつも、ここ何日間かやってたらうまいこと言って早く寝てくれます。ビビビビビ。かなりね、大胆に塗ってきました。今日はこちらの写真を使いながら描いていっております。こちらですね。プリトビッツェ国立公園ですかね。ワクチンの副反応で寝込んでいる間に、小木曽さんのずっと動画を見てるそうですか。よかった、皆さんにね。まあ、鬼好評なんかも皆さん外出ができにくい時期にずっと上げ続けていたつもりだったんで、えらい喜んでいただきましたもんね。なんか朝、ね、ワイドショーとか見てもコロナだったと思うんですけどもね、そういうなんか私も同じような気分だったんで、違うことしたいなと思っていろんなことをしてました。やっぱりこう、芸術家というのはですね、想像力をやっぱり豊かにしていくものでございますから。ハサミあるかあるな。ちょっと待ってくださいね。これはすぐ戻ってきますんで。よいしょ。こういうふうに、紙を半分に折って、例えば、チョキチョキチョキ、もうこんなもんフリーハンドでいいんですよ。チョキ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 、チョキチョキチョキ、チョキチョキチョキ、チョキ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 。何でもいいんですけどね。チョキ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 。チョキ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 。お風呂に入ってる間にこんなことやってるんですよ、チビがね。ちょっとすみません、ゴミが落ちそうなんで、あれですけど、チョキチョキチョキ。お前そんなことやんな、ええかげって言われそうですけどね。ちょっと遊ばしてください。今ちょうどね、絵の具を乾かしてる最中なんで。チョキ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 。チョキチョキチョキ。ハサミがえらい汚れてたんで。よいしょ。チョキチョキチョキ。チョキ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 。チョキ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 。チョキ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 。ね。
今週の金曜日は幼稚園児に、ワークショップをやるので、何やろうか。まあ、大体決まってるんですけどね。時間まったらこんなんでも作ったろうかなと思ったりしてます。チョキチョキチョキ。こう入れ持って、こうか。こう折ればいいんかな。チョキ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 。チョキチョキチョキ。チョキチョキチョキ。チョキチョキチョキ。チョキチョキと。チョキ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 。チョキ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 。チョキチョキ。あ、えらい眉毛の方にありすぎた。バーンとかこんなもんを作って、これを窓の外に貼ってたら、あいつが怖がりますんで、これは明日使います。はい、もちろん再利用しますよ。というようなことをしてますと言ってる間にだいぶ絵の具が乾いてきましたんで、ちょっと白色をぼちぼち、グレーとかですね、明るい色を使っていこうかな。今白を出しました。ポスターからのちょっと白がなかったので、白を出しました。はい、遊んでたらもうね、15分から始めました。今日はね、時間通りぐらいに始めましたね。よいしょ。ピッ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 。ピッ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 。ピッ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 。皆さんどちらから見てらっしゃるんですか？今日もキャンソンボードですね。もう、あれですよね。もう作られないそうですけどね。だから僕も使い切ったら終わりということで。なんか適当に厚紙でも貼っつけますよ。もうその辺は僕は結構適当な人間なんで、適当に、モコヤボンドかなんかでくっつけて適当に代用品作ります。思ってるよりちょっとワントーン暗いぐらいにしといた方がもしかしてええんかもしれません。今ちょっとやりながら考えました。何がというと、例えば、後で明るい色で盛り上げていった方がもしかしてガッシュというのは効果を発揮するのじゃないかなという今、感触を得ましたので、ライブペイントもね、上手になってきましたもんね。初めの頃に比べると、やっぱ1年もやってりゃ上手くなるっていうのを学生にこれは見せたいからやってるところもあるんですよ。ね。でもそうですよ。初めに上手い人なんていないんですよ。ライブペイントもしかりでございます。ね。まあ、初めの頃はもうなんかヒヤヒヤしながらやってましたけどね。今や、ね、炭酸水を飲んでますが。What drawing? What RU ってどういう意味ですかね？ Drawing? Yes? どういう意味ですか？誰かわかる人いますか？外国語が。ゆきこさん、こんばんは。うちのお袋と同じ名前ですね。うちのお袋やったら嫌やな。やめてね。よいしょ。で、ちょっとこう、暗めに書いていってますね。よいしょ。なんか水をジャバジャバせん分、なんか、パレットがすっきりしてていいですね。こうパソコンに映ってるのは反転してるんですよね。まあ普通にもスマホとかで見たらちゃんとなってるんですけどね。今、あれとかで見てるんですけども、iPad でも見て明るさとかを、画面の明るさ見てますけども。アメリカからワクチン不服反応。ナツさんもこんばんは。皆さん元気ですか？私もすこぶる元気ですが、11月の頭までは忙しい。頭を超えるとちょっとマシになる。年休取ってくださいって言われましたね。やったって。はい、取ります、取ります。って言って。はい、ありがとうございます。どっか外からライブペイントしたいんですけどね。その年休取ったらあれできますもんね。やったと思ってですね。趣味ライブペイント。いい趣味ですよね。だいぶなんか見えてきましたね。何がいいなって感じかもしれませんが。何がいいな。
ちょっと、あれやな、やっぱ、鮮やかさが足らんねやな。もうちょっと上げてみてもいいけど、なんか嘘くさくなりすぎそうな気がするんですよね。実際もうちょっと鮮やかなんですよね。なかなか難しいですね、その辺が。そしたら手めっちゃ赤いですもんね。森くまみさん、久しぶりですか？お久しぶりブリーフトランクス。すみません。しょうもないこと言いましたね。まあ、かなり水を少なめに、塗っていってます。ドライブラシという方法で今日は描いていこうと思いまして、その方法を使って描いていってます。あ、でもティッシュがない。ちょっと待って、ティッシュですね。いや、15分から始めましたんで、今、だいたい17分ぐらい経過ですかね。まあ、あと質問も本当にいつも言ってます。遠慮なくしてください。もう本当にこの間に答えるのがめっちゃ楽ですので、ぜひぜひ、質問がある方は遠慮なくしてください。この動画のこれはどういうことやとかですね、もう本当初歩的な質問でもいいですよ。コメント初めてって方も遠慮なくしてください。すっごい助かります。本当に。もうめちゃくちゃ助かります。もうここで言うてくれた方がおじさんは楽ちんですので。今作ってる動画がもう1時間を超えました。1時間を超える動画を作っているといういつ公開にできるんかなって、まだまだ、作品自体は半分も来てないかなという感じですね。もう本当に。いつになるか否かわかりませんが、映画のようなあれを作ってますね。あ、何を描いているの？これ書いてます。これ。This place チェコってなんていうの？クロアチアか。クロアチアってクロアチアのままでいいんかな。よいしょ。ああいうの略かと。ああ、何を描いているの？ああいうか。そうかそうか。これを描いてます、これ。これ書いてます。これですね。この風景です。皆さんありがとうございました。だいぶ暗さも出てきましたもんね。で、明るいところはもっともっとこれから明るくするんですけども、とりあえずはベースをちょっと作っておいた方がいいかなと思ったんで、ベースというのは、全くもって白を残すんじゃなくて、これをなんていうか、明るく、ワントーンちょっと暗くしてから明るくしていった方がいいかなと思いまして、今回はこんな感じにしてます。そうですね。そうですね。涼しくなったので、乾燥も早いかもしれませんよね。だから、ちょっと乾燥も遅いかもしれませんので、屋外とかで描かれる際はやっぱり皆さん気をつけないといけないんですけどもね。だから水をこういう風に少なめに描くというのは、一つのあれですよ。方法の一つですよ。私もやっぱりそれはやります。これは無理やって。雪の中で僕、何度か書いたことあるんですけども、もう凍え死にそうになりますけども、手がまずですね、動かなくなるという、ありますけど、北海道ですね、はっつけてですね、北海道を大量にはっつけて、屋外で書いたりすることもありますよ。で、ポスターカラーとかのこういうドライブラッシュの場合のコツじゃないですけども、やっぱり完璧に今ドライブラッシュに近いですよね。水ほとんどつけずに描いていってるんですけど、ちょっとなんていうか、
水気の多いところも初めのうちにつけたりしておいた方が、そのチラチラ透けて見えてくる、かすらせて描いて見えてくる隙間のあたりから、なんていうか、透明感のある絵の具みたいなのが見えてくるんですね。で、そういうのも活かしてあげた方がいいんじゃないかというのが私の研究のあれですね。要は透明感のある絵の具をちらちら見せつつ、そして不透明でかすらせながら下の絵の具をかすらせて見せるということですね。アクリルメディウムについて、アクリルメディウムの使い方についてスペシャルテクニックが知りたいです。最近それにスペシャルテクニックアクリルメディウムスペシャルテクニックが知りたいです。それにハマっています。なんかいっぱいありますもんね。僕実は全然知らないんですよ。アクリルのメディウムってごめんなさいね。失望しろとか言うてたくせに。もう基本ジェルメディウムとグロスポリマーメディウム、まあ基本同じですけども、もうそれしか知らないんですよね。で、なんかこういろいろあるじゃないですか。サンドマチエル的なこうやつとかもあったり、まあ要はそれに砂が入ってんやろなとか、なんかこう何かが入ってんやろなぐらいにしか僕思ってなくて、多分そういう感じなんやと思うんですね。なんかざらつかせていくモデリング系のメディウムって。多分そうやと思います。すみません。絵の具会社の人。適当なこと言ってるかもしれませんが。で、一歩なんかこう、ひび割れを起こさせるみたいなやつもありますよね。学生がそれ使ってました。何それ何それって言って、これはひび割れ起きるんですよ。へへへへみたいな感じで。で、僕はそれ使ったことないですね。だからそういうのも使われたらいいんじゃないでしょうかね。私は全然興味がないというか、ひび割れを起こしたいなら、キャンバスの裏からバン殴ったりしてます。昔ね、これ浪人時代、そんなんやってました。ひび割れを起こさせたいな思って、キャンバスの裏からバーンとかってやると、ビビビッとひび割れ起きたりしてました。今はそんなことしないですけどね。ということで、だいぶこう、なんとなく進んできたのがわかります。この辺に水があるなとかね、ちょっとまた水が多いところも入れつつですね。すみません。アクリルはね、本当にもうグロスポリマーメディウムとジェルメディウムしか僕本当ほぼ使ったことないというか、今いっぱい出てますもんね。多分面白いんでしょうね。絶対面白いんでしょうね。やらないですもんね。やってみやんといかんですね。食わず嫌いをなくそうの回ですからね。本当にうちのチビが食わず嫌いで食わず嫌いで。あ、そうそう、クロアチアの滝ですよ。こちらです。あ、出遅れました。イラストボードの裏に回路貼る。ああ、それはやりますよ。外で書くときね。冬とかのときはやりますよ。そう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 。回路貼ったりして、やったりしてます。という感じで、一応一通り全体に大体こう、生の白がない状態になってきましたので、ちょっと、ちょっと、ポスターからの白があればよかったんですけどね、絶対どっかにあるはずなんですけど、ちょっと今も見当たらないし、皆さんお待たせするのあれなんで、ワンチン、ワンチン、ワンチン。絶対あるはずだけどな。どこ行ったかな。整理ができない男。整理ができないおじさん。すみません、見当たらないです。よいしょ。でもっとよりドライブラシで描いていきましょう。かすらせながら。おー、いったね。見えてますかね、これね。ズームとかしてみましょうか。ちょっとやってみますね。ズーム。ブイーン。ここが限界値や。あんまズームなりませんでしたね。すみません。やめます。こんなことするとね、ズームもできる。ズームもできる。まあなんかこれアクリルでもいいかもしれないですね。アクリルにしましょうか。めんどくさがってた。あんまり使っていない、このなんかあれですね、100円ショップ的なやつを。あ、出ない。ひどいもんやね。これなら出るか。これなら出るか。出てください。出ない。出ない。全部出ませんね。こういうのもあかんね。これ出そうな気配が、ね。お、出た。ね。おっと、ダイレクト。も
ダイレクト、あれですね。なんだっけ。チェスの方が良かったですね。なんか、うわぁ。水しぶき。水しぶきを。水しぶきを。うわぁ。突然、アクリルの白を使い出しました。計画にあったんですか？なかったですよ。もちろんね。ポスターからの白があればと思ったんですけどね。うわぁ。なかったので、突然、アクリルの白を使い出しました。よいしょ。もっと柔らかい白あれかな。白って案外やっぱりあれですね。なかなか。あ、これでそうですね。これは出るだろう。柔らかい。やったー。これは松田さんのやつですね。松田さんのアクリルが非常に出が良かったです。そう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 。ボソボソボソ。シャ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 。まあ、本当今日は水を相当少なめに、書いていって、突然アクリルを使い出したというおじさんです。およいしょ。えっ、と、めんどくさくなってきたってそうそう。なんか、後でこっちの行きそうな気がしたんでね、ちょっと厚く塗っといた方が、このやっぱせっかくここの滝のところなんていうのはね、ちょっとその厚く塗っといた方が効果が出そうな気がしたんで、皆様こんばんは。明日は満月 &10 月20日32歳の誕生日おめでとうございます。いいですね。32ってまだ若いですね。32歳の誕生日だそうですよ。じゃあ今から12時を過ぎるまで頑張りましょうか。やりませんよ。寝ますよ。僕はね、当然ね。10時にいつも寝ますからね。おめでとうございます。32歳。お若いですね。森田康之さんでいいのかな。森田恒之さんっていう方がいるんですよ。で、その方、技法のすごいスペシャリストで、画材のその、本とか多分恒之さんでよかったと思う。一度だけお会いしたことあるんですけど、本とか出されてる方がいますよ。一文字違いでしたね。おめでとうございます、お誕生日。もうこの年になるともう誕生日とかもう全く興味ないですね。本当にもう、誕生日やって感じですもんね。今年僕はもう46ですよ。よう喋る46ですよね。自分のイメージと違いました。残念。皆さんもね、イメージ通りの人生でしょうか。ハッピーバースデーいっぱいになってる。優しい。皆さんめっちゃ優しい。皆さん優しい。ね、優しいですね。ね、だいぶこう生の白みたいにドーンと置いていきました。よいしょ。ちょっとアクリルだけは怖いからしっかり筆は洗っといてくださいね。でちょっとずつディティールも書きながら進めていこうと思います。ちょっと細い筆そのまま延長して使いましょうか。ポスターカラーはね、かわいい、あれですからね。乾きがいいですよね。乾かないというか。32歳。僕は32歳の時、あれ、日動で個展したの32ですよ、確か。初個展が32の時ですよ。その伝説のあれですね、ちょっと顔面を殴打して、血まみれで個展の初日を迎えた、いまだにそれは会う人にたまに言われますもんね。有名な話があるんですけどね。まあ、あんまりここの場では言いませんので、いつかその個展とかに来た際に聞いてみてください。こういう場で、音声として残すとまずいので、言いませんが、いつか皆さん聞いてみてください。伝説を残した。初個展が日動画廊さんで、初個展自体は違うところなんですけどね、日動画廊さんでの初個展です。すみません、今ちょっと言葉が。
僕は駿河台画廊というところで、レスポアール展という、今日もなんかハガキ来てたな、というのでやりました。銀座のですね。うわぁ、秋安さん、ハッピーバースデー。なぜ私に私になぜ赤坂さんも来られたんですね。赤坂さんもこんばんは。もう終わりっぽいですね。すみません。一応今で30分ぐらいですよね、経過ね。15分から始めましたので、すみません。皆さん、優しいですね。31歳の時、僕、大学の先生してました。もうここに着任したのが31の年。30歳と何ヶ月なんで、大学に。で、それまで本当にフラフラしてました。予備校の先生を28まで29ぐらいまでしてて、で、もうとにかく辞めさせてくれ、辞めさせてくれって言うて、なんとか辞めることができたけど、博士課程を卒業して、単位取得満期退学というなかなか優秀な、あれなんですけども、論文書けなかったっていうだけなんですけど、今やったらでも文章力がないからですね。で、それで、29ぐらいの時にそれで、して、でもなんか古典とかも結構僕はしてたんで、えっと、なんとか生きていけるかなぐらいの、ちょっと、でも本当に僕は昭和の人間みたいなとこがあって、もうお金入ったら全部酒に使ってしまうというですね。昔の学生に言われますもんね。小木曽さんに、俺いくらぐらい君におごったかなって聞いたら、いやー30万じゃ済まないっすねとか、いや50万ぐらいっすねとかっていう子たちが多いですよ。で、そういう子たちがめちゃくちゃ優秀になってたりしますもんね。で、30の時にそれで辞めるっていうことを言ったら、言うて大浦食堂の前を歩いていて、当時その助手さんだったアビコさんっていう人が、今、どこだ、そこの、なんだっけ、仙台、宮城教育大学の今先生されてるんですけど、その先生が、小木曽君聞いたよ、噂聞いたよって言って、ドバタって言うんですけど、水道バタやめたんだってっていうことで、はい、やめました、やめましたって言って、なんでそんな、昨日僕やめたんですよって言ったら、いや、もう噂流れてるよとかって言って、一緒に働こうよっていうことで、蒲田にある日本工学院っていうところで、アルバイトをしだしたのが、30歳の年で、そこで、なんかやっぱりこう、東京芸大を首席で卒業したっていう、というえども、奨励もないし、なんとかせなあかんなっていうので、頑張ってやっていたら、昭和会賞というのを30歳と、何ヶ月、2ヶ月か3ヶ月で取って、それと同時にここの佐賀大学というところの募集が出ていて、受けてみようかなっていうので受けたら、受かったという。で、それで来たのがこっちが30の時かな ?30 と31の時ですね。でもなんかめっちゃしんどかったです。もう着任してばっかの時は。で、すぐにこう佐藤美術館さんとかで個展をさせてもらえるっていうことになったんですけど、僕は着任したばっかり、今やったらもう2週間全部行きたいぐらいの気持ちですけど、その時はもうなかなか休みの取り方さえわからずに、ほとんど個展の会場に行けなかったので、当時本当にその佐藤美術館の人には大変迷惑をかけたなという佐藤美術館さんでの個展があって、で、2006、7年、アートフェア東京、今、アートフェア東京、第1回のアートフェア東京に確か出したのが31とかの年ですね。で、次の年に日動画廊さんの本店で個展をするようになったのが32とか、多分そのぐらいだと思いますよ。すみません、森田さん。工事、お風呂行ってらっしゃい。お風呂行きますってどういうことやろ銭湯かなという感じです。という感じで、だいぶ密度が詰まってきましたね。わかりますなんかこう、アニメの背景とか書きたいような人はなんか参考になるかなっていう感じで、ポスターから、今もそういうアナログで書いてるとこないと思うんですけどね。アナログか。こんな感じでこう書いていってはるんやでっていうのも、こう学生の前でお見せしたりもします。
ナイススパです。ありがとうございます。本当にまさに今からスパに行かれるんですね。行ってらっしゃい。スパに行ってらっしゃいませ。ご自宅のお風呂なんですかね。風呂、スパ、うまい、コウジさん。あ、スパ行きますか。そうか。風呂行ってくるわけじゃないですね。すみません。ありがとうございます。生まれつき基礎疾患の障害者ですと。カメラと絵を描くのがいいですね。素晴らしい趣味とあれをお持ちですね。じゃあ、外とかなかなか出れないんですかね。基礎疾患、あれ、ワクチンとかもしかしてあれ難しいのかもしれませんね。いっぱい勉強して、またね、なんか出してくださいね。そんなこと言ってたら本当に審査員の話が来たんですよっていう話どっかでしましたっけ？本当に審査員の話が来たんですよ。本物の方ね、今やってるのは嘘本ですよ。あれ勝手にやってるだけなんで。また近々多分お知らせできるかと思いますので、ぜひ出されたらいいと思いますよ。私、忖度しませんのでね、それさっき言っときますけど、皆さんの、忖度いたしませんので、そういうの大っ嫌いなので、そこは申し訳ございません。優しさゼロでございますけども、あの、僕も出したいなと思う展覧会です。と、審査員が出してどないすんねんって感じですけどね。で、ちょっと最後、密度を上げながらですね、ちょっと、ここからは少し明るい色とかを中心に、ちょっと白がですね、今回ポスターカラーの白じゃなくて、もっとポスターカラーの白やったら、なんかペタッとマットに濡れていったりして、楽やったりするんですけど、森田さんのインスタか何か見たような気がと。インスタは僕ほぼやってないんでね。インスタってなんか10年前ぐらいからやってるんですけど、まだコメントの書き方さえ分かってないですもんね。コメントが来てることかどうかさえ実は分かってないので、すみません。コメントくれた方とかいたらこの場で謝罪させてください。それぐらいをもう、Facebook とほぼ同時になんか写真加工アプリ的なので、こんなんあんねやって誰かがやってるの見て、便利やな思って写真加工アプリとして活用はさせていただいてますけど、見ることはあんまないのですみません。もうインスタとか見た方がいいんでしょうね。TikTok をやった方がいいんですかね。審査員にも展示スペースを割り当てられるんで、いや、ないですよ。展示スペースはないと思いますよ。うん。だいたい50分ぐらい経ちました。最後はちょっと葉っぱを描きながら、いかがだったでしょうか。もし質問があれば遠慮なくしてください。あと、もう10分程度で終わると思いますので、今日もありがとうございました。やっぱ楽しいですね。ライブ楽しいな。ライブやったら寝れるのかアクリルつけてしまった。案外やっぱ楽しすぎて、あれなんですよね。1時間ぐらい寝れないんですよね。いつもなんか酔っ払ってコテッと寝るんですけどね。よいしょ。このサイズぐらいでもそんなに問題ないかな。ちょっとやっぱ白飛びしてるかもしれませんね。画像がね。これね、まあまあ綺麗にいって、自分で言うのないけど、まあまあ綺麗にいってんねんけど、やっぱ色難しいな。実はすごい皆さんがそうやってあれをくださるので、いいウェブカメラを、これ今つけてんのも6000、5000円ぐらい確か知ったと思うんですけど、2万円ぐらいのウェブカメラを買ってみたんですよ。うちの近くの山田電機ちゃうな、大学の近くのところには全然置いてなくて、そしたらですね、USB が、C タイプというやつで、僕の使ってるこの Windows にはC タイプのがどこにつけるとこもどうもなくて、だから、その C タイプの変換プラグみたいなのまた、Amazon さんで879円で買いましたので、それが届くのが金曜日ぐらいなんで、また金曜日ぐらいにやるかもしれませんけど、皆様からいただいたので、より良い映像になるかどうかはわかりませんが、ウェブカメラのまた別のやつを買いましたので、
今使ってる会社、なんていうんですか、ロジっていうのこれ。ロジっていうやつの、で、これ新しく買ったやつ。これ18,000円ぐらいしました。だから、いいことを期待しつつ、皆様がこうね、あれをくださるのでですね、なんていうんですか、これは。ちょっとそれに対してやっぱりこう、道具とかも揃えていかんとやっぱしね、皆さんの、見てて楽しいようにしやんといかんと思うので、そういったものに使わせてもらってますので。もし質問あれば。楽しいですよ、めっちゃ。コロナ禍身近な被写体をいろいろ描いてます。アクリルでの透明感は重ね、塗りで出していくのがうまくいきそうですか。グレーズはライブでやりませんものね。ライブでね、昔やってましたけどね、やってもいいんですけどね、やりましょうか、今度。全然やりますよ。アクリルね。いや、なんかこう、あとこの夜の時間ってもう片付けるのめんどくさいから、そのままポテト酒飲んで寝ようかな思ったら、アクリルはやっぱちゃんと掃除せんとあれなんで、夜あんまアクリルやりたくないっていうのが本音なんですよね。っていうだけの話なんですけどね。やりましょうか、今度ね。機会あったら。ドライヤーでしっかり乾かしさえすれば全然グレーズとかできますよ、もう本当に。1時間半あれば多分書けると思いますよ。すげえ自信。慣れてきたというのもありますけどね。よいしょ。45分経過。これちょっと色結構綺麗やねんけどな。全然出てへんな。緑みがかってるんやな。ズーム焦点。ちょっと色変えてみますね。繊細度。なんか赤すぎますよね。逆にしてみたら違うな。すいませんよ、わかりませんわ。すいません。素晴らしい。1時間足らず。そうですね。1時間足らずでしょ。おしゃべり付きですからね。これ喋ってる人と書いてる人が違うかったら面白いんですけどね。残念ながらおじさん一人でやってますからね。おじさん一人で喋りながら書いている。今日は恐竜男くんが早く寝てくれたから、こんなことができているんです。まあ、ドライブラッシュというのから、今だいぶこう水使ってますけどね、ディティール書いていってるので、そういうの許してください。まあ、ドライブラッシュでかすらせで書いてるとことかもね、結構あると思いますので、1時間ちょっとこう書いていきました。おしゃべりをしながら書くというこの技法。やっぱなんかポスターカラーはポスターカラーでやっぱ面白いですね。なんかね、画材それぞれの特性みたいな。乾いたらいいのにね、グレーズしたかったけど、やっぱドライヤーやると恐竜1が起きてきたらもうほんと恐竜になるので、それだけは勘弁しとこうかなという感じですので、あれがこの時間に起きると怖いですね。怖いね。よいしょ。よし、いかがだったでしょうか、皆さん。ぜひね、古典とか機会あったら来てくださいね。ぜひ古典されてくださいか。初見です。アーカイブは残りますよ。初見の方。アーカイブ多分残ると思いますよ。全然。初めの方なんかまたダラダラやってます。僕あんまりもう2時間、3時間とかやるのは嫌なんで、ズバズバズバっとやってですね、もう本当にこう、今は炭酸水ですけどね、こう、生搾り、グレープフルーツという炭酸水飲んでますけど、恐竜チャンネル、あれですか、テレビとスマホ同時に見てますが、スマホの方が色鮮やかに見えます。見てる側の性能もかなり色の差がある。そうですか。恐竜チャンネルかわいいです。ありがとうございます。あれ、うちの、妻がこっそりやってるのでよかった。首がめっちゃ曲がってるってめっちゃこう言われたんですけど、ほんとね、軌道を確保せんと、なんかね、ゲップも出えへんし、寝ないんですよね。僕もだから結構ゲップを
今朝方、朝3時ぐらいにゲップ出してて、その時にめっちゃニコーってなんて言うんですっけ、赤ちゃん微笑的なのありますよね。その動画を一生懸命撮ってたんですけど、可愛いの撮れたんで、近々あげようかなと思ってるんですけど、あとは恐竜くんがお化けを怖がる動画とかですね、そして、布団に行くという動画とかも、撮ったりしてますので、よかったらチャンネル登録してください。あそこのとこにね、ありますので、コミュニティ欄のとこにありますので、という感じで終わりましょうかね。ぼちぼちね。ありがとうございました。もう結構、本当ちょっとカメラがいい感じになってくれるかどうかだけをちょっと祈りますけど、悪かったらショックですけど、試せないのがあれですよね。なかなかね。でも同じ会社のね、3倍ぐらい値段するもんやったら、まあまあ、ええもんちゃうかなっていう気がするんで、そんな風に思いながらすみません。今日急遽始めました50分程度の作画で、サインだけ入れましょうか。よいしょ。動画でしたが、いかがだったでしょうか。ちょっと白がないというアクシデントも乗り越えて、なんとか、塩梅になったかなと思います。秋かなんかのね、そういうのも書きたいですね。ポスターからええかもしれんな。さっと書きまして。そして、マスキングテープを外すときにたまにビリッといきますので、皆さんご注意ください。おい。ピュー、ピュー。あ、やば。ピュー。よいしょ。いやー、ほんまになんか50分ぐらいで書きはったって感じでしょ。喋りながら50分ぐらいで、これは B4 サイズかな？ B3 の半分やから B4 ですかね。皆さんありがとうございました。どうですか？ピューという感じで、こちらの写真をもとにこういう感じで描きました。10時になりました。皆さんね、ぼちぼち明日も仕事もあるでしょうから、お休みになられてみてください。今日も本当にありがとう。おじさんの道楽にお付き合いいただいて本当にありがとうございました。ゆっくりお休みください。お疲れ様でした。終了。